みんな集まったようです、ドクター。それでは始めよう。残念ながら作戦は失敗した。状況は振り出しに戻ってしまった。落ち込んでいても始まらない。奴らの移動手段は分かっているんだ。同じ方法でもう一度迎撃すればいい。今度こそ。いや、あれは一回しか使えない奇襲だ。奴らが行き過ぎのタイミングを少しずらすだけで、この作戦は破綻してしまう。警戒されている状態では著しく成功率が下がってしまう。それに、あれだけ大量のビーコンはすぐには用意できん。そんな。ドクター、あれは確かにジャスティスだった。それも、聖戦時のあの忌まわしき姿と変わりなかった。だが元老院はあれを、一体どこでどうやって起動させるつもりなのだ？それは私も気になっている。見たところ、ジャスティスはまだ起動していたわけではなさそうだった。だとしたら、あれを起動させるための大掛かりな施設に移動させる必要がある。それに巨大なエネルギーも必要だ。フレデリック、もういいのか？俺はそんなにやわじゃねえ。てめえに止められなければ、今頃はバックヤードでジャスティスを破壊できてたはずだ。ごめんなさい。違うだろ？親父はまたエルに助けてもらったんじゃねえか。どうしてそんなにひねくれてんだよ。俺は実物を見るまで、ジャスティスの話は半信半疑だった。蘇生術とやらが本当だったとしても、ジャスティスほどの生体兵器を再起動させるためには、膨大なエネルギーが必要になるからだ。それを作り出す施設もな。待て。だったら話が早いんじゃないか。奴らの移動範囲内でそういう施設があるところを探すんだ。そこで待ち伏せればいい。いや、ここで言う膨大なエネルギーとは、君たちの想像をはるかに超える馬鹿げた大出力だ。そんな大エネルギーを作り出せる施設は、現代において地球上のどこにも存在しない。でもよ。だったら、あいつらはジャスティスを起動できねえじゃん。そういうオチはないか。待て。どこへ行くつもりだ？ラムを説得します。てめえにできるのか？わかりません。でも、このままでは本当に世界が終わってしまうかもしれない。世界か。聞かせろ。てめえが言う世界ってのは何だ？私の…てめえはまだ生まれたばかりだ。世界が何なのかなんてわかるはずがねえ。親父はまた…黙ってろ。俺はこいつに聞いてるんだ。確かに私は世界ってものを正しく説明はできないと思います。だから私の世界はラムとここにいるみんなです。それだけです。私はただそれを失いたくない。だって初めて仲間と呼んでもらえたんだもの。上出来だ。ラム、お願いラム、ジャスティスの目的地を教えて。もう時間がないの。このままだと。エル、あなたはこの人形たちが好き？好きよ。好きってどういう気持ち？私が感情を得て最初に思ったのはいいことがしたいだった。それが私に設定された性格だったから。でも人は限りなく自由で、求め合ったり拒絶したり、何がしたいのかわからなかった。正しいことも間違ったことも人は何でもできる。好きにも嫌いにもなれる。
傷つけ合うことは嫌なことだけど、私たちバレンタインから見たらそれも人に許された自由だった。じゃあいいことって何なのかなって思った。言葉にできる答えなんて見つからなかった。でも一つだけはっきりしたことがあるの。それは誰でもどんな人でも笑顔でいられるのがいいってこと。笑顔。だから私はたくさんの笑顔が見たい。多分これが私の好きという気持ち。だったら私は私の笑顔を見てみたい。これは私が私を好きだということ。私の知る限りそれはナルシストといって悲しい生物だと記憶してるけど、いいの？それでいいんだよ。シンが私に笑ってほしいと言った。シンは私が好きなの。疲れてるってこと。一緒にいたいと思う気持ち。それは違うと同じ？そう。一番見たい笑顔が誰かいるならそれが好きな人。私は母さんの違うでありたかった。でも今は元老院は一体世界をどうしようとしているんだろうか。確かに聖戦の爪痕は大きい。未だに社会の格差は残っている。しかしそれも時間の問題だ。人は法力を得て資源をめぐる構想から解放された。他者から何かを奪わなくとも豊かな暮らしを得られる時代になったはずだ。さあな、奴らの考えまでは知らん。だが俺には今の世の中はいびつに見えるぜ。え？正しいことが正しいことで、悪いことが悪いこと。確かにてめえが言う通り、社会は安定し完成に近づき、平等で豊かになっている。だがその一方で、人は何かを選択する権利を失っている。では、お前は乱れた社会や混沌こそが人間のあるべき姿だと言いたいのか？そうじゃねえ。だが少なくとも、今の人間は誰かから与えられただけの恩恵で生きている。それがまるで太陽や海のように絶対的なものだと信じてな。そして無意識のうちに、ただ失うことだけを恐れている。これが人の姿として正しいと思うか？人間、誰もが強いわけではない。目の前に一本の道があり、これが人生の正しい道だと言われたら、懸命に道を歩む者もいれば、それが正しいと知りながら目の前の安楽な椅子に座り続けてしまう者もいる。多くの者はこの狭間で苦悩する。しかし本当は正しい道は一つではない。道なき道にそれを見つける者もいる。それこそが人に許された可能性という名の糧。私はお前からそのことを学んだ。だがそれ、今のお前もまたただ何かを恐れているだけに見える。何？真を気遣うお前を見てそれが分かったよ。誰も巻き込みたくない。違うか？キアの血が衝動をかきたてる。何もかも破壊しろと本能が指図してくる。これを止めるにはあの男を見つけ出し、全てを聞き出すほかねえ。もしそこにも答えがなければ、その先にまっとうな生き方なんざ
有吉。だから誰も寄せつけなかった。誰にも近寄らなかったと。そう言い切るには私やシンを巻き込みすぎたんじゃないか。悪夢だぜ。カイ様。カイ、お前が彼女？いや、もう何も言うまい。では話してください。あなたたちはほとんど答えにたどり着いている。ジャスティスはまだ覚醒していないし、起動にはエネルギーが必要。ラム、話してくれるのか？結局真の遊びが一番役に立ったってわけか。で、奴らの最終目的地はどこだ？ジャスティスを再起動させる規模のエネルギーを作り出せる施設となると、俺の知る限りはるか昔にあの男が使っていたラボくらいしか思い浮かばんが。作り出すんじゃない。存在するエネルギーを活用するの。この時期のことを考えればエネルギーの都合はつくでしょう。ああ、もったいつけた言い方してんじゃねえ。時期。そうか、セントエルモか。セントエルモ？確かにセントエルモのエネルギーであればジャスティスも起動可能かもしれん。なるほど。ですがどうやって？あの大出力の雷を受け止め変換しジャスティスに供給するとなると、やはり相応の規模の施設が必要だ。それってイリュリア城じゃねえの？え？飛来神とか言ってたじゃん。意味はよくわかんないけど。市民を一帯から避難させろ。城内にいる者も交換兵士職員を問わず全員退避させるんだ。残すのはオーパスだけでいい。被害がどこまで広がるか見当もつかん。パニック上等で構わんから急いでここから離れるんだ。手入れ先そうしろ。いいか、これが最後のチャンスだ。ラムレザルの話によるとセントエルモのエネルギーを変換し供給するための機能は城の西側にある塔が担っているとのことだ。おそらくジャスティスはそこに現れるだろう。オッケー、つまりその塔をぶっ壊してくりゃいいってことだな。待てシン、そうではない。確かに塔を破壊してしまうのが手っ取り早い手段だが、本来の目的であるセントエルモから町を守ることができず全滅してしまう。それでは本末転倒だ。なんだよ。ではジャスティスにエネルギーを送るその供給ラインだけを切断してしまえばいいのだ。いや、もともとは複数の巨大トランスを通してあのエネルギーを地中に逃がしているのだ。その根元を断ち切ってしまってはやはり落雷によるダメージを変わらず受けてしまう。じゃあどうすりゃいいんだよ。ジャスティスの肉体的な覚醒を止めることは諦める。なんですって？落ち着け連合。クロノスの最終目的はジャスティスを起動し、その肉体の器に自らの魂を融合させることだ。無論魂を融合する工程にも膨大なエネルギーが必要だ。だとすればおそらく起動と融合の2つの工程を一度に完結させるために現時点でクロノスの肉体はジャスティスに癒着していると考えて間違いない。そういうことか。セントエルムのエネルギーをさらに増大させオーバーロードをさせる。どういうことだよ。
元老院どもをバーベキューにするってことだ。午前0時になりました。 GNN ニュースの時間ですが、本日は緊急特番でお送りします。現場の可動機さんに中継がつながっています。可動機です。イルリア城下町からの中継です。ゆりかごの次なる目標は、なんと驚くべきことにここ首都イルリアであることが判明しました。イルリアではセントエルモの予兆でしょうか。昼過ぎから一気に天候が崩れ始め、現在は暴風が吹き荒れております。そんな悪天候の中、懸命に住民の大規模な緊急避難活動が行われています。今回は前回と異なり、少数精鋭による小規模な布陣で迎え撃つ作戦が取られる様子です。また今回の作戦はイルリア連王カイ・キスク様が直接指揮を取り、自らこの場で決着をつけるようです。背水の陣となる今回の作戦は一体どのようなものになるのでしょうか。我々は報道陣の使命として事の顛末を最後まで見届けようと思います。しかしインコ野郎、セントエルモのエネルギーを加速させるってからにはそれ相応の出力が必要だ。てっきり俺の役目かと思っていたが。そうしたいのは山々だが、それではジャスティスからクロノスを引き剥がす役目がいなくなってしまう。こっちはお前以外の者にはできん。ではどうするつもりだ。それか。本来はこんな形で合わせたくはなかったのだがな。そうか、もう封印は解けていたのですね。はい、もっと素敵な再会ができたらよかったのですけど。いや、もしかしたらこれが最後になるかもしれない。だから今会えてよかった。髪の毛随分と伸びましたね。ええ、ここのところ切っても切ってもすぐに伸びるようになってしまって、ちょっと困ってます。はあ、元気が足りねえな。せっかくの再会なのに。シン？シン？あなた本当にシンなの？そうだよ、見違えただろ。2年前から80センチは伸びたからな。立派になって。お願い、こっちへ来て。もっとよく見せて。俺はいいよ。え？俺たちは絶対この危機を乗り越える。これが最後なんて微塵も思わない。それに母さんは絶対に俺が守る。だから今はカイこれがエルの言ってた言いたくなる時ってやつだ。母さん、今この時は甘えてくれ。父さんに